はい、ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、ファスティングに使う飲み物と飲んではいけないものについてお伝えしたいと思います。で、あなたはファスティング中って何を飲んだらいいかわからないとか、こういった疑問をお持ちではないでしょうか。ファスティングはですね、的確に行えばダイエット効果はすごいですし、引き締まって若返って綺麗になるし、そして内臓の働きや腸内環境が大きく改善して健康にもなれるすごい方法なんですけれども、間違ったやり方ではこのような効果が得られないですし、とても辛いファスティングになってしまうものなんですね。つまりファスティングを正しく行うためのルールがあるんです。そこで今回はですね、ファスティングにね、まとわる飲み物の疑問についてお答えしようと思いますので、ファスティングに使う飲み物であるとか、ファスティング中に飲んでいただいても大丈夫なもの、構わないものとか、そしてファスティング中にはこれは飲まないようにしてねっていう、飲まないでいただきたいものについてまでですね、飲み物について全て解説しますので、ファスティングにご興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方はね、スマホだったらこの辺かな、パソコンだったら下の方にあるのかな、CC というボタンを押していただけると見れますので、ぜひ字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、ファスティングに使う飲み物と飲んではいけないものについてお伝えしたいと思います。で、まずファスティングを行う上で必須となるのが、きれいな水とファスティング専用の酵素ドリンクなんですね。で、きれいな水というのは、水道水をね、そのままジャーッと出したようなお水ではなくて、簡易的でもいいですので、浄水器をね、使って水道のカルキとか塩素などを取り除いたお水なんですね。そして、ファスティング専用の酵素ドリンクですが、これはですね、マナ酵素という酵素ドリンクになります。これはですね、ファスティングを最も効率的にするために、そしてファスティング中の体調の異常であるとか、栄養素の不足などを防ぐために長年をかけて計算されて作られた酵素ドリンクなんですね。で、この2つがですね、まずは必須のものになります。特にこの専用の酵素ドリンクを使わない方がとても多くて、そのために空腹感が出てしまったり、フラフラしたり、頭痛や吐き気とかいろんな症状が出てしまってファスティングを中断したり、辛い思いをしていい効果が得られなくて二度とファスティングはやりたくないと言ってる方が多いんですね。で、ファスティングにはですね、専用の酵素ドリンクが必要なんです。と言っても、例えばですね、野菜ジュースであるとか豆乳とかお味噌汁とか野菜スープ、人参ジュースとか、かなり安い市販されている酵素ドリンクとかで代用しようと考えている方がやっぱり多いんです。で、やはりですね、この専用の酵素ドリンクはビタミンとかミネラルとか脂肪を消費するための L カルニチンという成分とかね、MSM とか、いろんなやっぱりいい成分が含まれていますし、1年2ヶ月の期間ですね、熟成発酵させて栄養素を極限まで分解されていますから、やっぱりですね、コストがやっぱかかってるんですよ。いろんな野菜とか作物も使ってるし、熟成発酵期間が長いということは、それを置いとくためのね、専用の施設も必要ですし、この成分を足すためにやっぱお金がかかりますので、お値段がやっぱりするんですよね。ですから、お金をかけずにファスティングを成功させたいという思ってですね、これらの他の飲み物で代用したいという考えはわかります。ですが、野菜ジュースではね、糖質が多すぎたり、タンパク質やミネラルが不足したり、豆乳であれば、タンパク質は取れるけれども、糖質不足で低血糖になってしまったり、お味噌汁や野菜スープだったら、糖質不足ですし、いくら汁物であってもですね、煮込んでいるものだからお野菜が柔らかくなっているとしても、栄養素が分解されていないですから、正しいファスティングの効果は得られないんですね。そして人参ジュースだと、これはやっぱり栄養的に偏りますし、これも栄養素は分解されていないですからね。そして糖質不足です。そしてドラッグストアであるとかインターネットとかでね、売っている安い酵素ドリンクって結構あるんですけども、1本1000円とかのものもあるんですが、これだとね、ブドウ糖果糖液糖といって、砂糖水、濃い砂糖水みたいな、こういった添加物で割られたものが多いですので、偽物の酵素ドリンクですから、本物と酵素ドリンクってこういった混ぜ物しないんですよね。ですので
でこのブドウ糖果糖液糖によって過剰な糖質で血糖値が上がりすぎて、そして反動でですね今度は血糖値が下がりすぎたりして太ってしまったり体調不良の原因になってしまうんですね。ですからファスティングにはファスティング専用に作られた酵素ドリンクがまずは必須になります。もう代用が効かないものなんですよね。でまたですね、じゃあ代用が効かないのは分かったと。ではそうではなくて専用の酵素ドリンクはちゃんと使うから、これらのですね豆乳であるとか野菜ジュースとかお味噌汁とか野菜スープとかをね追加で飲んでもあるいは食べてもいいですかなんて疑問が出てくるかもしれませんが、その理由としてはですね、まずはこの栄養素が分解されていないことが挙げられます。でこのねマナ酵素では1年2ヶ月の間ね熟成発酵して栄養素を分解させているというふうに先ほどお伝えしましたが、なぜここまでですね1年2ヶ月もかけて栄養素を分解する必要があると思いますか？それはですね、消化に力を使わなくて済むようにするためなんですね。で私たちは食べ物とか飲み物を取った時、その栄養素を吸収するためには非常に細かいレベルまで分解する必要があります。例えばですね、お野菜が固形のまま体内に入るわけではないんですよ。お野菜を取った時にね、食べ物を取った時にその胃の中を通過して腸の中に入ってですね、それがそのまま体の中にお野菜がグイッと入ってそれが栄養素になるわけではないんですよね。そうではなくてタンパク質であるとか脂質とか、こういったレベルでもですねまだまだ大きくてもっともっと細かくする必要があるんです。この栄養素をですね細かくする働きは消化酵素という酵素が行っています。しかしこの消化酵素を大量に使いすぎるとですね、つまり消化活動をたくさん行いすぎると体を修復したり栄養素を作り出す代謝酵素という酵素の働きが不足することになってしまうんですね。でこの代謝酵素の働きこそがファスティングを得てきれいになったり健康になれる最も重要な部分ですので、ファスティング中はこのできるだけ消化を行わなくて代謝をするというこうやってしていく必要があるんですね。ですからファスティング専用の酵素ドリンクでは1年2ヶ月もの熟成発酵期間をかけてですね栄養素を極限まで分解しているんですね。ですがそこにですね全く栄養素が分解されていない豆乳であるとか野菜スープとかを入れてしまったらどうなりますか？マナ酵素はね消化せずに吸収することができますが、このようなものを取るとですね未消化の栄養素が入ってくるわけですから、消化活動はやっぱり体はする必要が出てきますので代謝をする効率が下がってしまうんですよ。ですからこれらのものというのは追加で取ると体を修復する機能が落ちてしまいますので、やっぱりファスティング中には取ることができないんですね。ということでね、ファスティングにはマナ酵素がまずは必要で、そして他のものでは代用できないし追加でこういったものを取ることができないという理由が分かったと思います。ではですね、消化があまり必要とされない飲み物だったらどうでしょうか？例えばアルコールとかコーヒー、緑茶、ウーロン茶、紅茶、麦茶、そしてハーブティーとか、これらだったらどうだと思いますか？でまずアルコールは NG ですよね。これは分かりやすいと思います。でアルコールを摂取するとアルコールの分解のために肝臓であるとか腎臓に負担をかけてしまいますが、ファスティングではですね肝臓や腎臓は体のデトックスのために働いてもらいたいところなんですね。ですから追加でですねその肝臓や腎臓に余計な負担をかけてしまうアルコールは飲んではいけないものになります。でまたファスティング時にですねアルコールを飲んでしまうと空腹ですから、固形物が全く入っていないですからアルコールの周りが非常に速いですので、これはやっぱり危険性を伴うというところもありますね。ではですね、コーヒーはいかがでしょうか？コーヒーがねなかなかやめられなくてですね、コーヒー大好きって方多いと思いますが、実はコーヒーもダメなんですね。で胃が空っぽの状態でコーヒーを飲んでしまうと、これは人にもよるんですけれどもカフェインの作用によって神経が過敏になりやすい状態になりますので、食欲が増加してしまう場合があるんですね。ですからファスティングが失敗するその原因ですね、要素を強めてしまう可能性がありますので、このコーヒーも NG になります。でまたですね、空腹時のカフェインは胃に負担をかけてしまいますので、気分が悪くなったりとか吐き気とかね、そういった原因にもなってしまいます。ですから同じようにですね、コーヒーと同じようにカフェインが含まれている緑茶であるとかウーロン茶とか紅茶も NG なんですね。ただですね、もしもコーヒーの味が好きでですね味を変えるためにね、その酵素ドリンク以外にも何か飲みたいという方はですね、タンポポ茶が代用品にはなります。タンポポ茶はですねコーヒーの味がすると言われているん
ですが、これはノンカフェインですから、ファスティングを邪魔しないんですね。なので、このコーヒーをどうしてもやめられないという方はね、好きという方は、タンポポ茶を試していただければいいなと思いますね。では、麦茶はどうかというと、これもですね、ちょっと怪しいんですよ。麦茶はですね、ノンカフェインですから、カフェイン的には OK なんですね。ただですね、原材料が大麦であるとか麦を使っていますので、アレルギーが出てしまう可能性があるんですよ。で、原材料が小麦ではないですから、グルテンは入っていないんですけども、他の物質でね、そのアレルギーを起こしてしまう方がいらっしゃるんですね。ですから、このようなその本来のファスティングで使用しないものを使ってしまって、そのアレルギー症状が出てしまった場合、そのファスティングでですね、何が悪いのかが分かんなくなっちゃうんですよね。なので、対策を行えない場合がありますので、麦茶もやっぱりね、控えていただいた方がいいですね。そしてハーブティーですが、これは OK です。というかこれはハーブティーをね、積極的に飲んでいただきたいものなんですね。で、ハーブティーの中でも特におすすめなのが、このルイボスティーですね。これ私が以前からね、おすすめしているルイボスティーなんですが、ルイボスティーはですね、ミネラルが豊富ですので、ファスティングの効果である代謝を活性化して効果を高めてくれますし、ルイボスティーのミネラルから作られる抗酸化物質 SOD というものの効果でですね、老化を早めてしまう活性酸素を強力に分解して無害な物質へと変えてくれるという効果があります。つまり若返り効果であるとか美肌効果とかね、こういった美容効果があるんですよ。ですから私はですね、ファスティングを行う際にはこのルイボスティーも積極的に摂っていただくようにお勧めしていますね。ということでファスティング中にですね、飲んでいいもの、飲んではいけないもの、そして飲んでほしいものをお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。あなたの疑問を解決できるお助けになったでしょうかね。で、じゃあですね、ファスティングチャレンジしてみたいけど、ちょっと失敗するかね、まだ不安という方は、初心者でも失敗しないように、私がですね、ファスティング中、毎日サポートを行うサポート付きのファスティングが、今ならですね、モニター価格でお試しいただきますので、これはですね、下の説明欄にあるホームページからご覧いただきますから、興味がある方はね、そちらからご覧になってください。で、またですね、自分でファスティングに、ね、チャレンジしてみたいという方はですね、こちらのマナーコースであるとか、ルイボスティーが必要となりますが、こちらの正規販売店のリンクもですね、下の説明欄に載せておきますので、そちらからご覧になってください。で、またですね、こちらの正規販売店では、コースドリンクがですね、1割も安く購入できる限定のですね、定期購入もありますので、もし定期的にね、ファスティングをしたいという方はね、お安く買いたいという方は、こちらで購入していただいた方がお得ですね。で、ファスティングではですね、このような注意点がありますが、ちゃんと行えば、見た目も体内年齢も若返って、痩せて引き締まって綺麗になり、筋肉は残して脂肪だけが大幅に落ちてですね、体の悪い物質を大量にデトックスして健康にしてくれるという素晴らしい健康法なんですよ。ぜひあなたもですね、ファスティングでリセットする習慣を取り入れて、綺麗な体でもっと生活を楽しめるようにファスティングにチャレンジしてみてください。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクを載せておきますから、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。